今山梨県のキャンピングカービルダーミスティックさんにいます。今からですね、ミスティックさんのフラッグシップキャンピングカーアンセイエで2泊3日の車中旅に行ってきます。このアンセイエどうですか？めちゃくちゃかっこよくないですか？自分自身のキャンピングカーライフの最後はこの車で終わりたいと思っている憧れのキャンピングカーです。生産台数が少ないので幻の1台と言っても過言ではないでしょうか。そのアンセイエが新型になりフルモデルチェンジしました。なんと今回この動画が公式の撮影許可初になるそうです。ダメ元で聞いたら OK してくれました。しかも車中泊の許可も出ました。ミスティックさんありがとうございます。今回の動画も購入希望者として実際の車中泊での使い勝手を体感し皆さんにお伝えしたいと思います。もう車中泊のアイテムなどは中に入れました。車内を簡単に紹介します。この木目調の家具、そしてダウンライトなどすごい温かい雰囲気で落ち着きます。メインのソファーのレイアウトは横向きです。アンセイエの最大の魅力はこの大きいバンクベッドです。この開放感すごいですね。高さ結構あります。で、天井開くんですね。また後でやってみます。リアの常設ベッドもかなり広いです。車中泊のアイテムは一旦こちらに置いてます。その上に家庭用のエアコン、こちらマルチルームはトイレが入っています。洗面台もあります。ギャレーなんですけど2バーナーに電子レンジ、冷蔵庫、そしてレンジフード、換気扇もついてます。このソファーの下に標準で入っているリチウムバッテリー 428A 入っています。この車はオプションのリチウムバッテリーもう一台入ってます。なのでこのボトロニック上のメーターでは 852A。 えぐいですね。これだったらエアコン使いたい放題、そして調理とかも全部サブバッテリーの電気で賄えそうです。ワットアワー換算でいうと約1万1000ワットアワーあります。リチウムバッテリーだけオプションが入っているんですけど、その他はほとんど標準装備になります。この新型アンセイエ、自分的に気になっているポイントがあります。大きくなりました。横幅が 2050mm、 全長が 5300mm になります。一般の駐車場 2m×5m にちょい出ます。やっぱりキャンピングカー普段使いもしたいので街乗りで支障ないのか、今日は一般道を走行し街中で車中泊しています。そして高速道路、このバンクの張り出し大丈夫でしょうか？直進安定性が気になります。80キロ100キロ出して確かめます。そしてコーナリング時のロール、左右の傾きですね。あとは風の煽りも気になります。今自分はライトキャブクに乗っているんですけど、よく風に煽られます。トラックを追い抜く時に揺れたりします。このアンセイエはトラックに追い越される時どのぐらい揺れるんでしょうか？ベース車両の新型カムロードはワイドトレッドのダブルタイヤです。このタイヤとタイヤの幅が普通より広がっているので横風には強そうです。その他標準で左右のロールを抑えるスタビライザー、そして縦の衝撃を和らげるショックアブソーバー、ちょっと見えにくいんですけど、なんとエアサスも入っています。足回り関係はもうこれ以上何もすることがないように全て標準で入っています。エアサスはこのアプリで操作できます。今この 25psi、 これを例えば30とか上げると空気が入ってリアの車高が上がります。このリアが上がることによって走行性能が安定します。せっかくなんで20から80まで上げています。これ今リアのタイヤなんですけど、このリアのタイヤとこのボディのタイヤハウスですね、ここを見ているとすごくわかると思います。はい、結構車高上がりました。どうですか？指3本分ぐらい上がった気がします。これでこのリアが上がっている状態です。高速道路はかなり安定すると思います。この数値は実際乗って使ってみないと分かんないので、とりあえず40ぐらいにしておきます。車内で気になるポイントなんですけど、この断熱ですね。ミスティックさんはボディバス工法といってアルミの骨組みが入っていて、その間に断熱が入っています。以前レジストラアウルタウン S ベースのキャンピングカーで車中泊させてもらった時は真冬でした。今回は真夏に熱の断熱を体感します。この家庭用エアコンと組み合わせれば真夏日でも快適に涼しく過ごせるのか体感します。ちなみに山梨県も30度以上35度とかが続きます。検証にはぴったりですね。今回 856A と超大容量のリチウムバッテリー入ってますんで、もう外部電源つながずに2泊3日エアコンフル稼働してみます。標準で屋根に 470W 相当のソーラーパネルがついてます。これ屋根なんですけど、まさに鬼に金棒といった感じですね。
このレンジフードも気になります。これがあれば車内で調理しても匂いが残らないかもしれません。ミスティックさんからお肉焼いてもいいという許可が出ましたんで、思う存分楽しみたいと思います。そしてこのバンクベッドの寝心地ですね。ここで寝れるの本当夢でした。2泊3日あるんで、初日はこのリアのベッドで寝て、2日目はバンクベッドで寝てみます。星が綺麗なところでここ開けて寝てみたいですね。そしてこのシートのレイアウト、横向きなんですけど、使い心地どうなんでしょうか。普通は対面とかが多いんですけど、この規模のキャブコンでの横向きは本当に広いですね。実際の使い勝手どうなんでしょうか。今日は確かめます。その他のスペックなどはこちらにまとめておきます。初日の車中コースは普段使いを想定し、スーパーマーケット行って温泉入ってそのまま駐車場で宴コースというおっさんの至福のひとときを過ごします。運転席、こちらの車両はオプションのレカロシートが入っています。助手席と真ん中とここ前に3人座れるの嬉しいですね。はい、それでは安全運転で行ってきます。全長が長いんで街乗りの運転気になっていたんですけど、今のところそんな気になりません。どっちかというと横幅ですね、2メーター超えてますんで、普通に走ってる分は問題ないんですけど、横に自転車とかいると気を使います。エンジンが 2.8 リッターのディーゼルターボなんで、街乗りのトルクは問題ないですね。ぐんぐん進んでくれます。これだったら上り坂も問題なく登ってくれると思います。明日の高速道路も楽しみですね。でも今日もしまたどこかでですね、信号先頭になったら0から40キロまでフル加速でタイム測ってみます。今日は近場での車中泊になりますんで、あまり距離が稼げません。なので燃費は今回計測せずに、明日高速道路での燃費を計算したいと思います。ちょうど信号先頭だったんで0から40キロまでフル加速してみます。はい、結構上りだったんですけど、かなり速かったと思います。これなら街乗りはどんな場所でも車の流れに乗れると思います。というか車の流れを引っ張れると思います。この街乗りへの路面の凹凸の衝撃についてなんですけど、やはりちょっとギアが硬いかなと思います。今空気圧を 40psi にしてるんで、また後で30とか落としてみます。とりあえずスーパー行きます。スーパー入る時の段差はどうでしょうか。結構やっぱ固めなんでショックはあります。これ次出る時に柔らかくして再度確かめます。スーパーマーケット荻野到着しました。ちょっと駐車怖かったんで端に止めました。横幅がこの線の端に合わせて、反対側少し線の上にはみ出ている感じになります。そして後ろはこの柵があったんで輪止めまでは下がれませんでした。少し頭が出ている状態です。輪止めまで下がれれば問題なく駐車枠の中に収まりそうです。こういった普通のスーパーの駐車場も問題なく駐車することができました。ただこういったワンボックスですね、大きい車両端にある時に駐車するのはかなり慣れが必要だなと思いました。それではスーパーで買い物していきます。パンパンになっちゃいました。存在感ありますね。それでは冷蔵庫に食材入れていきます。こちら約90リッターの容量があります。上は冷凍庫ですね。ここの台一旦置くのにちょうどいいです。はい、全部入れました。余裕ですね。常温でいける分はこの冷蔵庫の横の収納に置いておきます。このぐらいの容量あれば家族の車中泊旅でも1週間ぐらい行けそうですね。今から行くところなんですけど、車で15分ぐらいのところに温泉があります。で調べたらですね、そこに車中泊スポットが併設されています。今日は車中泊可能なのか電話しています。すいません、今日予約って可能ですかね。じゃあ伺います。はい、失礼します。はい、失礼します。当日でも行けるようです。電源ありのところはいっぱいだったんですが、なしのところはもう飛び込みで大丈夫そうです。エアサスの空気圧が今 40psi だったんで、一回30に落としてみます。出る時の段差ショック変わってるでしょうか。確かめてみます。さあどうでしょうか。ちょっとやっぱり衝撃がソフトになりました。ただ劇的に変わるかといえばそこまで変わりません。なのでエアサスは硬さもそうなんですが、
リアの車高を調整して高速道路の直進性やコーナリングをスムーズに曲がれるように調整できるものだと思った方がいいかもしれません。この辺はまたいろいろ使ってみて体感していきます。こういったキャブコンではデメリットになるブレーキ性能ですね、一度強く踏んで確かめていきます。はい、今40キロで走行していて後ろ誰もいてないんでちょっと強めにブレーキ踏んでいます。いきます、せーの。お、しっかり止まりますね。後ろの荷物は滑ろうとしたんですけどしっかり止まってくれました。いや、こんなに聞いたらキャンピングカー制動距離長くて不安なんですけど安心ですね。ただやっぱり普通の車に比べると長いので車間距離は多めに開けた方が絶対いいと思います。はい、到着しました。安静へ意外と街乗り大丈夫ですね。パワーは申し分ありませんでした。今日きつい上りとあとはきついコーナリングですねなかったんで、また明日山富士山の方行きますんでそこで体感します。こちら側がキャンピングカーずっと並んでるんですけど電源付きの RV パークのようです。でこっちが一般の駐車場なんですけど普通にお金払ったらここでも車中泊できるようです。ただ電源はありません。こんな感じで温泉の駐車場を車中泊スポットとして有効活用する場所が増えてくれたらいいですね。こちらの駐車場ラインが1本しかないんでもうできるだけ車のいない橋のところに止めました。ギリギリです。駐車場の枠目いっぱい使いました。後ろも線ギリギリまでバックして頭がほんの少し30センチ出てるだけです。このぐらいなら問題ないでしょう。いやーしかしこんなに RV パークにキャンピングカー止まってるところ初めて見ました。山梨県はキャンピングカー盛んなんですかね。とりあえず受付行ってきます。はい、ゴミ処理なし電源なしで1泊2000円でした。結構安いですね。お風呂は別途600円かかるんですけど今日と明日の11時まで何回入ってもいいようです。今回キャンピングカーのトイレを使わないんで確認しておきます。ここは温泉施設、そして駐車場、このテニスコートのところにトイレがあるようです。ありました。ここですね。なんか今は明るいんですけど夜になったらまた雰囲気変えそうです。とりあえずお風呂が営業してる間は施設内のトイレ使えるようなんでそちらを利用します。それでは先に一風呂浴びてきます。それではいただきます。おはようございます。いや爆睡してしまいました。ちょっと朝ゆっくりしすぎちゃいました。寝心地なんですけどこの下のマットレス
スプリング入っているタイプで、本当に家庭用の高級ベッドと変わらない寝心地でした。最高でした。この横幅もかなり広いので十分寝返りが打てました。こっち側頭にしている方が幅は広いです。リアベッド幅広いとこんなにも快適なんですね。横幅サイズ測っておきます。この一番幅広いところで約110センチ、足元の一番狭くなっているところで約90センチですね。ちょうど軽キャンピングカーのベッド展開した時横幅110センチなんで一緒ぐらいですね。2人でも寝れます。ただ2人だと寝返り打てないんで、やっぱり1人で快適に眠りたいですね。ちょっと気になったんですけど、眠る時にこの照明、これダウンライトついてるんですけど、ベッド周辺に独立したスイッチがありません。なので電気つけたまま寝ました。眠くなった時に向こう行くとまた目覚めちゃうんで、ここで消えたらいいんですけどね。エアコンは設定温度28度ちょっと高めにして一晩中つけていました。もうこの狭さなんでほんとよく効きました。ここのカーテンの効果すごいですね。これがあることによって向こうにはエアコン行かなくなりますんで、かなり省エネでよく効きます。やっぱりこっち側の部屋は暑いですね。現在太陽が昇ってきて、車内のテーブルの上が29度で、フロントウィンドウに温度計設置してるんですけど、外気温が 35.8 度。サブバッテリーの現在の残量がなんと 87% はあんま減ってないですね。しかもチャージになっています。ソーラーパネルから充電されています。これ今エアコン使ってる状態なんですけどね、約5アンペアですね。12ボルト換算で約60ワットぐらいですね。ソーラーパネルから現在入力されています。エアコンはつけたままです。470ワット相当のソーラーパネルがあれば、昼太陽が照っている時にエアコンつけていても充電されていくんですね。これはすごいです。ちょっと中暑いんで、ここの空間広げてエアコンの冷気を車内全体に行き渡します。今日の山梨県も暑くなります。35度を超えてくると思います。この広い空間、安静の断熱ボディバス工法はエアコンしっかり効いてくれるでしょうか。これは楽しみですね。でこのシェードね、すごいいいなと思ったのが、ここ裏が銀になってます。外から見たらこんな感じで銀になってますんで、太陽の熱を反射して返してくれます。なので中に熱が入りにくいと思います。はい、車内に戻るとエアコンの消費電力はガンガン上がっていって、さっきまでソーラーパネルからチャージしていたんですけど、マイナス14アンペアぐらい消費しています。やはり空間が広がるとエアコンの消費電力は激しくなるようです。車内の温度少し下がってきました。現在 28.2 度です。でもうちょっと低くしたいんで、設定温度現在27度なんで25度にします。でこの広いバンクベッド、このカーテンで閉めますんで、閉めて空間狭めておきます。こんな感じでバンクベッドと運転席、カーテン閉めて空間が狭くなりました。で運転席のフロントウィンドウにはシェード持ってくの忘れたんで何もしません。そのままです。昨日このレンジフードの効果を確かめるためにお肉焼こうと思ったんですけど、そのまま寝てしまったんで、今朝からここで焼肉定食作ります。はい、これが外れるようになっていて、こんな感じでガスバーナーが2つ出てきました。でこのテーブルなんですけど、そのままここにこんな感じではまります。そうなるとキッチンのスペースがすごい広くなります。お肉はタンと焼肉用の肩ロース買ってきました。この冷蔵庫からの動線すごいいいですね。調理しやすそうです。レンジフードここに照明ついています。でここのスイッチで強弱を決めれます。これ結構やっぱ音はしますね。レンジフードから空気を吸うんですけど、そうなるとどっかから空気を取り込まないといけません。なので保管とか開けるとせっかく冷えた空気がこれ流れてしまうんで、ここ開けてここの循環で換気をしていきたいと思います。フライパンで焼いていきます。IH ヒーター持ってきたんですけど、ここの車中ガスポット、車内でのガスの使用は OK みたいなんで、せっかくなんでこのガスコンロを使ってみます。ガスはキッチンの下、ここにガスボンベ刺さってます。で回してつきました。車内でガス使うときはもうこの換気必須ですね。
このレンジフードあるといえども、この油跳ねしちゃったら絶対車内に匂いついちゃうんで、この油跳ね防止ネット、こちら使用します。そして洗い物簡単にするためにアルミホイル敷いておきます。はい、じゃあこれで焼いていくんですけど、ここよく見たら斜めになっているんですね。なのでこっちが広くなっててすごい使いやすいです。このシンクコンロですかね、こちらも斜めになっています。よく考えられてますね。はい、じゃあ続けて肩ロースも焼いていきます。この2回目、1回焼いた後のやつがすごい汁が残っていて、次煙が出やすくなります。キャンピングカーに酷な状態です。ただレンジフードの検証にはもってこいですね。このレンジフード気づいたんですけど、この煙も吸ってくれるのもそうなんですけど、熱ですね、このガスの熱をそのまま吸ってくれます。なので夏場のエアコンつけた車内もこれで温度が上昇しにくくなりますね。これはありがたいです。はい、美味しそうにこんがり焼けました。ご飯なんですけど、もう電子レンジありますんで、ここで温めていきます。いや、豪華な朝食が完成しました。それではこの塩タンは塩コショウで、この肩ロースですね、こちらの焼肉はこの焼肉のタレでいただきます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、満足しました。でこれね、食べてみて分かったんですけど、このテーブル上下に移動します。テーブルの下にレバーがあって、これを押しながら下に下げると下がります。でこれ上げると上がります。この調整は人によって体格によって合わせれるんで、かなり便利でした。この車内でガス使うのってやっぱり緊張しますね。こういった消火スプレーは必須になってきます。このガスバーナー周りの油跳ね見た感じありません。ただこの油跳ねネットなんですけど、自分そのままこれ持ってしまって焼いてる途中にすごい熱くてやけどしちゃいました。これこうやってなんか鍋つかみやタオルなど必要です。それではここで洗い物して、このシンクの使い心地を確かめます。でこの焼肉のタレはこのシンク流しちゃうとこのタンク内汚れ取りにくくなりますんで、この紙で吸わしてゴミで捨てます。タンクのお水なんですけど、現在ここで分かります。メーターは 90% です。でこっち側のメーターなんですけど、汚水タンク、グレータンクになります。 10% です。ここで分かるの本当便利ですよね。はい、綺麗になりました。このガスコンロ周りも綺麗に拭いておきます。でこの意外と壁ですよね、ここがもし油とかついていたら匂いの原因でなかなか取れません。ここも拭いておきます。はい、これでもう油跳ねは車内にはないと思います。この状態で今現在焼肉の車内の匂いなんですけどしません。というのも羽が慣れてしまってるかもしれませんので、後で散歩してからまた入って匂い残ってるか検証します。はい、これすごい簡単ですね。こんな感じでちょうどこのキッチンの幅に合うように作ってるんでずれたりしません。はい、今現在の車内の温度なんですけど 25.6 度、エアコンよく効いてます。というのもね、これ外軽く曇ってきて雨も降ってきました。カンカン照りでエアコン効くのか検証したかったんですけど残念です。とりあえず移動しながら晴れるのを待ちたいと思います。で現在のバッテリーの残量は 81% です。昨日の夜から約14時間半使用してバッテリー減ったのが 16% です。すごいですね。夜中心だったとはいえこんだけしか減ってないのは心強いですね。でこの後なんですけど、せっかく山梨県来ているんで
富士山を拝みたいと思います。山の方行って上り坂の加速やワインディングを確かめます。はい、それでは安全運転で行ってきます。今からワインディング約1時間走行します。でコーナリング連続しますんで、エアサスを硬くして足回り固めます。45から50ぐらいにして様子を見ます。はい、今現在制限速度の40キロでかなりきつめの上りに入っているんですけど、アクセルをもうほんと軽く踏み出すだけで速度をキープしてくれます。やっぱり 2.8 リッターディーゼルターボということでトルクはかなりありますので、山道の上りや一般道の上りは問題なく登ってくれます。やっぱりこのカムロードは座席が高いんで、この視認性すごく良くて周りの景色よく見えます。なので運転していて楽しいですね。はい、ここからきついコーナリングが続いていきます。足回りスタビライザー入ってますんで、エアサスも固めにしてますんで、コーナリング時の傾き、ロールがかなり抑えられているのが分かります。かなりきついコーナリングはやっぱりロールするんですけど、このぐらいの緩やかなコーナリングならスムーズに曲がってくれます。ただエアサスは固めになってますんで衝撃は結構受けます。こういった道、大きなキャンピングカーはかなり不得意なんですけど、この安静の足回りは山道を走るキャンピングカーに仕上がっています。決して得意ではないんですけど、山道は問題なく走れるレベルです。ここの道の駅はいろんな施設が混ざっているのでかなりお客さんが多いですね。駐車場なんですけど、一番この角のところに止めました。で前に車があったんでトランク開くようにちょっとだけ後ろにしました。なのでこんな感じで少しはみ出てます。少し気になりますが、このぐらいなら問題ないかなと思います。さっきまで土砂降りだったんですけど、奇跡的に晴れ間が出てきました。やっぱり山の中なんでかなり涼しいです。標高を確認したら約 1000m でした。そら涼しいわけですね。ちょっと道の駅散歩してから焼肉の匂いですね。車内に入ってレンジフードの効果を体感します。なんかここから富士山見れるようなんで登ってみます。うわすごい、これは溶岩ですかね。さあどうでしょうか。あれ、雲で覆われていて何も見えません。あそこに富士山が見えるはずなんですけど全然見えません。本来はこのようにはっきり見えるはずなんですけどね。ここまで来て見えないのはちょっと残念ですがしょうがないですね。天候なんでとりあえず道の駅で何か買い物します。わあすごい、ここ標高高いんでカップ麺の蓋がこんな感じ膨らんでます。はい、いろいろ買ってきました。では安静へ戻ります。この駐車場から見ると安静への大きさがよくわかります。さあ車内の匂いどうでしょうか。あ、大丈夫ですね。匂い全然しません。このレンジフード、焼肉にはかなり効果がありました。ここで焼けば焼肉の油煙レンジフードにそのまま上がっていきます。で空気もここで取り込みますんで、この辺で全て完結するんですね。なのでこっち側には煙がいきませんでした。そして油跳ねネットで周りへの油の飛び散りもなくしたんで、レンジフードと相乗効果で匂いが残りませんでした。これは本当にですね、自分のキャンピングカーにもつけたいぐらいです。涼しいんですけど湿気は結構ありますんでエアコンつけてお昼にします。お昼ご飯なんですけど、道の駅のショップの中あんまり食べ物売ってませんでした。唯一売っていたこの鳴沢菜入りおにぎり、こちらとこの気圧で膨れ上がった吉田うどん、これ山梨県の名物のうどんですね。こちらを車内でいただきます。それではカップ麺のお湯をケトルで沸かします。はい、完成しました。それではいただきます。鳴沢菜入りおにぎり、どんな味するんでしょうか。食べてみます。
美味しかった。ごちそうさまでした。ちょっと汁全部飲んじゃったら体熱くなってきました。ちょっとエアコンの温度23度に下げて涼みます。こういう時クーラーあったら本当に助かります。ご飯食べてゆっくりしていたら1時間ぐらい経ちました。天気も変わっていたんで富士山見れるかもう一回見てみます。よく考えたら展望台登らなくてもこの安静家天井ここから行きますんで一回上がってみます。このはしごをここに引っ掛けます。これで OK ですね。うわー、バンクベッドやっぱり高さありますんで開放感あります。で天井の窓開けるにはここを押します。そうするとこんな感じで簡単にワンタッチで開きます。ここにロックがあります。1箇所で反対側2箇所目で、あとここ2つ合計4箇所ですね。さあ開けてみます。おお、すごい開放感です。このソーラーパネル見えるの面白いですね。あれはマックスファンです。でトイレの換気扇も見えますね。で反対側はレンジフードの排気口も見えます。これだったらメンテも楽そうですね。富士山向こう側なんですけど見えないですね。端っこ少しだけ見えてきましたが、もう山全体ほとんど雲で覆って見えません。いやーしかしこの開放感すごいですね。風はすごい通るんで気持ちいいです。さっきからいろんな人がこっち見てきます。かなり見られますね。でそろそろ中に入ります。いやーこんなキャンピングカーないですね。面白すぎます。これで花火大会行ったら特等席で見れますね。子供も喜びそうです。この後ですね、今日の夜なんですけどこの安静湯で高速道路旅に出かけます。なので一度山梨県の町の方に戻ってお風呂入ってから夜再出発します。次は下りのワインディングです。かなり気をつけないといけません。そして温泉入った後にですね、今回の車中泊1泊2日初めて安静でしてみて感じたメリットデメリットをお伝えします。お、なんと最後の最後に富士山見えてきました。雲で隠れていた姿が見えてきました。まだ一部ではあるんですけどなんか嬉しいです。来てよかったです。それでは安全運転で再出発します。はい、今ずっと下りに入ってこのカーブが多いところなんですけど、やっぱり車体が重たいんでかなりスピード出ます。なのでブレーキを踏んどかないとダメなんですけど、そうなるとブレーキが効かなくなる可能性がありますんで、今はエンジンブレーキを使って走っています。手元でギアを変えれるマニュアルモードがあります。これにすればエンジンブレーキが簡単にかかります。下りの場合はキャンピングカーの場合エンジンブレーキが必須になります。このカムロードはとても操作がしやすいです。はい、到着しました。なんか駐車場すごい広いですね。奥の方止めます。駐車場は一番端に止めました。駐車場めちゃくちゃ広いんで撮影するにはぴったりですね。この安静湯何かに似てるなとずっと思ってました。なんか血が騒ぐんですよね。そして思い出しました。僕大阪の南の方に住んでたんですけど、そこで泉州独特の祭りだんじり祭りがあるんですよね。そのだんじりにすごい似てました。このバンクの形や角張った全体がずーって進む感じ、だんじりでした。それではお風呂入ってきます。すっかり日が暮れました。温泉の色が茶色でトロトロですごい気持ちよかったです。安静湯これ夜もかっこいいんですよね。ライトつけると上光ります。シャワー灯が上にもついています。ちょっとつけてみます。どうですか、これかっこよくないですか。上にライトがついています。後ろもこんな感じでライトついてますんで視認性は抜群です。では最後にこの新型安静湯で車中泊してみて感じたことなんですけど、圧倒的な車内の広さと走りのパワーでどこに行っても安心して車中泊できました。具体的に感じたこと、まずは走行面をお伝えします。今日一日一般道を走ってみてパワーは申し分ありませんでした。どんな坂でも行けます。乗っていって衝撃はまあまああります。ただエアサスが入っていますのでエアサスの空気圧下げれば若干待ちになります。後部座席は乗っていないのではっきりとは言えないんですが、かなり衝撃や揺れはあると思います。
アンセイエというかキャブコン全般になるんですけど、家族で使うときは後部座席は揺れに強い人がいいと思います。もし購入検討されているのであれば、一度レンタルしてから乗ってみて OK だったら購入した方がいいと思います。駐車場に関しては枠いっぱいなので気を使います。今日は何回も駐車することがあったんですけど、郊外の広いスーパーはいいんですけど、都市部の車の多い狭い駐車場はかなり気を使うと思います。ワインディングについてなんですけど、コーナーリング時の左右のロール多少ありましたが問題ないレベルでした。足回りが強化されているのでノーマルと比べれば運転の差があります。ただ急なコーナリングは普通車のように突っ込むと曲がりきれないような感覚になると思います。急カーブは他の車の半分以下の速度まで落とした方が安全です。このアンセイエはレカロシート装着されていたので、あまり体が動かずに長時間乗っていても疲れませんでした。山道実際に走ってみて気になったのがこの長さ、これよりも高さが気になりました。というのも山だと木が生い茂ってて、木の枝が低いところは大丈夫なんですけど、高いところは道に出ている箇所が多かったので、それを避けないといけないのが気を使いました。あと走行面で気になるのは高速道路の風のあおりですね。この大きいバンクで面になっているので風の影響は受けそうです。今日は後で高速道路で風のあおりを体感してみます。では次は車内で感じたこと、メリットデメリットでお伝えします。メリットからいきます。まず1つ目はこのボディバス工法断熱ですね。これと家庭用エアコン組み合わせと、今日35度日中超えたんですけど、太陽光が車全体に当たっている状態でもよく冷えました。自分の所有しているライトキャブコンはこのバンクの部分とか天井付近を触るとすごい熱感じるんですけど、これはあまり感じませんでした。しっかりとした断熱と家庭用エアコンあればこんなに広い空間でも冷えるんですね。1回40度ぐらいの外気温でも試してみたいですね。残りの車中泊の期間でもしあれば試してみます。メリット2つ目はこのリアベッドの快適性です。分厚いマットレスも快適なんですけど、このカーテンですね、これすごい良かったです。リアベッドで1人で寝るだけならこれ閉めといたらもうエアコンかなり省エネになりますので、超大容量のリチウムバッテリー積んでますんで、もう永遠に使えますね。次はこのメインソファーの座り心地すごい良かったです。そしてこの生地ですよね、撥水性ありますんで車内で何かこぼしても拭いたら大丈夫そうです。座り心地もいいし掃除の手間もかからない、いいとこ取りのソファーだと思いました。次は細かいんですけど、この電源の位置こんなに下にあるんですよね。ここ結構使いにくそうじゃないですか、こうやって。ただ実際に使ってみるとこうやって買い物とかから帰ってきてこの状態で電気をつけれるのはかなり使いやすかったです。出る時も一旦準備して外出てからまた車内に入ってこうやって手伸ばさないといけない、そんな場面もよくあります。でもここならパッてこんな感じで出れるんで、これは実際使ってる人が設計したんだなと思いました。次デメリットなんですけど、かなり完成度の高いキャンピングカーでスタッフの方が実際乗ってブラッシュアップしているので大きいデメリットはほとんどないんですが、細かいところをお伝えします。一つ目は今日朝起きてから伝えさせてもらったんですけど、やっぱりリアベッドの電気ですね。ここ欲しいなと思いました。入り口のここにリアの電気があります。やっぱりリアベッド横になっていってもう眠たい時にパッて消して眠りたいんで、細かいんですけどあえてお伝えさせてもらいました。2つ目のデメリットはこの扉、トイレルームなんですけど、この上とここですね、ここはもう開いてます。でこの下も指3本分ですね、開いてます。一人で使うだけなら全然問題はないんですけど、家族や友人と使うときは少し気になるかなと思いましたのでお伝えさせてもらいました。次のデメリットがリアクーラーがありません。これオプションで付けれるのか後でまた確認しておきます。もし付けれないのであればこの家庭用エアコンを走行中後ろ座る人はつけて温度下げて過ごすわけなんですが、そうなると走行充電しても家庭エアコンで電気使えますんでバッテリーの容量はあまり増えていきません。なので3人以上で使うときは後ろに乗ると思いますので、エンジンで動くリアクーラーを欲しいと思いました。最後のデメリットは納期です。このアンセイエ半年に1台ぐらいしか生産できないということです。手作りで細部までこだわっているんでなかなか大量生産はできないそうです。もう本当に幻の1台ですね。でもこの1台は他と被りにくいし所有欲も満たしてくれます。今回の旅でも道の駅など駐車スポットで皆さんこちら側アンセイエをずっと見てました。
納期は長いですが待つ価値はあるなと思いました。なので初めての1台というか、もうすでにキャンピングカー乗ってる方が発注して、その間も自分のキャンピングカーに乗って完成を待つっていう感じがいいかなと思いました。さあそれでは今から高速道路に乗ります。2泊3日の高速道路車尺旅に出かけます。今日はこの安政の売りのバンクで寝て星空を見ながら眠りたいと思います。それでは再出発します。今からですね、このフルモデルチェンジされた新型安政家で2泊3日の高速道路車尺旅に行ってきます。昨日はここ山梨県で一般道のみ車尺旅に行ってきました。車内の快適性は今まで乗ったキャンピングカーの中でもトップクラスでした。リアの広い常設ベッドに横向きレイアウトのソファーの居心地が最高でした。今日は安政家の最大の特徴、この広いバンクベッドで寝てみます。星空を見ながら寝るの最高ですね。今回の旅で気になる点ですが、一番は高速道路の走行性能です。新型安政家はボディが大きくて車内は快適なんですけど、風の抵抗ですよね。バンクベッドがこんな感じで張り出して面になってます。かなり風の抵抗を受けそうです。80キロ、100キロでの直進安定性、そして横風やトラックの追い越し時の風圧の揺れ、この辺を中心に体感します。この新型安政家は標準で足回りが強化されています。前後スタビライザー、ショックアブソーバー、さらにエアサス装着されています。車内で気になることは遮音性です。今回高速道路のパーキングエリアで寝るので、車のすぐ近くにはエンジンをつけられたトラックや普通車が休まれています。その中に混じってもこの中は騒音どのぐらい響くんでしょうか。体感しています。それでは出発します。このステアリングのセンターに赤テープ貼っときます。これで風に煽られた時、ステアリングの動きがよくわかると思います。そしてエアサスなんですけど、このスマホのアプリで操作できます。街乗りしてたんで 30psi でちょっと柔らかめにしてました。で今から高速道路乗りますんで50にして固めにしておきます。これで衝撃が強くなると思うんですけど、風の煽りには強くなると思います。安政家の給油口は運転席側にあります。この鍵を回してここにあります。ディーゼル軽油ですね。はい、それではトリップメーターをリセットしておきます。早速高速道路に入りました。はい、合流しました。それでは今から80キロでゆっくり走行していきます。今回の高速道路車尺旅は長野県へ行きます。ここから約標高 1000m 近く上がります。キャンピングカーにとってはかなりきつい道ですが、安政家のベース車両はトヨタのカムロードです。エンジンは 2.8 リッターディーゼルターボなので問題なく登ってくれると思います。現在80キロで走行しています。直進安定性なんですけど、バンクが張り出しているんで結構フラフラするんかなと思ったんですけど、意外ですね。安定しています。で今回ハンドルに赤いテープ貼ったんですけど、よう考えたらヒルじゃないとこれ分かんないですね。でもしっかり直線ではまっすぐ走ってくれてます。ここの制限速度が80キロなんで、また100キロ出せるとこあれば100キロでの直進安定性も体感してみます。はい、トラックが来ました。追い越しの風圧を体感しています。あれ、ほとんど揺れなかったですね。はい、もう一台来ました。ほんの少し感じますが全然大丈夫ですね。これはい、もう一台来ました。大丈夫ですね。
やっぱりレース車両のカムロードワイドトレッドなんで横風や風圧には強いんですね。アンセイエのボディがかなり大きいんで風には弱いと思ってたんですけど、自分が所有しているライドキャブコに比べたらトラックの追い越し時の揺れは10分の1ぐらいでした。はい、東安車線出てきました。結構きつい上りで左に曲がっていってます。80キロをキープして走ってるんですけど、だんだん速度が落ちてきたんで踏み足しました。ほんのちょっとですね、踏み足したらまた80キロキープしてくれました。やっぱりパワートルクは十分なので、この車体が大きいキャンピングカーといえどぐんぐん進んでくれます。もうちょっと進もうと思っていたんですが、今日スタートが遅くてもう夜の12時です。眠くなってきたんでここで仮眠させてもらいます。こんな感じでもうトラックがエンジンつけて休憩されていますんで、騒音検証にはもってこいだと思います。ここのパーキングエリアは標高933メートルあるんでかなり涼しいです。いやー、しかしこの安静家駐車するたびに振り返ってかっこいいなと思います。それでは車内でゆっくりくつろぎます。今エアコンつけてないんですけどすごい涼しいです。現在の車内の温度が 27.4 度で外気温が 22.1 度。やっぱり標高高いとこんなに温度低いんですね。今日はもう家庭用エアコンつけなくていいですね。そして気になっていた遮音性なんですけど、今現在横にトラック浮いてるんですけどかなり静かです。エンジン音は聞こえるんですけど全然不快じゃなくて、これはぐっすり眠れそうです。このテーブルの上の騒音をスペクトラムアナライザーで計測してみます。テーブルの上58デシベルでした。かなり静かですね。このバンクベッドなんですけど意外と音が反響して増幅されて騒音がうるさく聞こえます。ここの騒音も計測してきます。62デシベルでした。これならバンクベッドでもぐっすり眠れそうです。全然反響しないですね。遮音性はかなり高いようです。今からですね、ここで車中飯作ってご飯食べようと思ったんですけど、もうかなり夜遅くなったんでまた明日の朝いただきます。今日はもう歯磨きしてこのバンクベッドで星を見ながら眠りたいと思います。アルミのはしごをかけます。これかなり軽量です。この下に敷布団を敷いて眠ります。いやー、バンクベッドの広さと思いません。これ横幅どのぐらいあるんでしょうか。一回測っときます。この端から端までで143センチあります。そしてこの高さですよね。こっからここまで64センチあります。そしてこの長さは191センチです。ちょうどダブルベッドのサイズですね。これならぐっすり眠れそうです。寝転んだ感じ、これ最高ですね。でこの天井の窓なんですけど、今照明が反射して何も見えません。一回照明消してみます。この照明はここでは消せないようです。エントランスの照明直接消すしかありません。ちょっと手伸ばして、消えました。さあどうでしょうか。あまり何も見えないですね。今日は曇りなんで星が見えません。ただ近くの木は見えます。一回開けてみます。おお、涼しい風が入ってきます。いや、すごいですね、この光景。高速道路のこの高い場所から見渡せます。横にはトラックが止まっています。いや、この開放感めちゃくちゃいいですね。今日は曇っていて星が見えないんですけど、涼しい風がすごい入ってきます。これは気持ちよく眠れそうです。この横の窓は網戸にできます。
こうすると涼しい風が入ってきます。横の車がエンジンつけて休まれてますんで、騒音がするんで閉めておきます。これ閉めるだけでかなり騒音がマシになります。上も閉めときます。こう閉めると騒音がほとんど聞こえなくなるんで、このボディの遮音性は本当に高いですね。今日はいい夢が見れそうです。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。このマットレス最高でした。リアベッドと同じ分厚い家庭用のスプリング入りのマットレスです。バンクベッドかなり温度上昇して暑くなるんじゃないかなって心配してたんですけど、窓ここあるんで開けてました。網戸にしてました。そうすると風が通り抜けてすごい気持ちいいです。現在のバンクベッドの気温が26度、外気温が 26.4 度、ちょうどいいですね。過ごしやすいです。これから温度上がってくると思います。うわ、この絵すごいな。寝転びながら青い空と大きな木が癒されます。ちょっと開けてみます。気持ちいい。風が入ってきます。何なんですかね、この光景見ることができません。視点が変わると高速道路のパーキングエリアもこんな感じで見られるんですね。この屋根のソーラーパネルは470ワット積んでいます。もうすでにソーラー発電されています。昨日の夜は曇ってて星が見えなかったんで、今日の夜に期待したいですね。それでは昨日の晩ご飯食べてないんで、朝ごはん食べてから出発します。今日の朝ごはんは和食で行きます。今回パーキングエリアで調理ということで、ガスは使わずに電気 IH で調理していきます。この入り口にあるインバータスイッチを押すと AC コンセントが使えるようになります。鮭がですね、消費期限が今日までだったんで、ちょっともう3つ一気に焼いちゃいました。昨日食べてなくてお腹ペコペコなんで大丈夫だと思います。やっぱり電子レンジがあるとすぐに温かいご飯食べれるんで最高ですね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。鮭3つで朝ごはん多いかなと思ったんですけど、全然いけました。なんか年取ったら食欲なくなってくるって言うんですけど、自分45歳になって食欲増してきました。どうなってるんでしょうか。ちょっと車内の温度が上がってきました。現在の中の温度が27度、外気温が影に温度計を置いてるんですけど、それが 27.5 度、外気温より中の方が涼しいですね。今はこんな感じで網戸にしてマックスファンを回してるだけです。さすがにキャンピングカーといえども、この太陽光直接当たっていたら外気温より中の方が上がるんですけど、これは中の方が涼しいですね。このミスティックさんのボディバス工法、この断熱なんですけどかなり効果あるようです。今日お昼一番温度上がった時にですね、この家庭用クーラーでキャブコン全体を冷えるのか検証してみます。
少しだけ洗い物ありますんで洗っていきます。キャンピングカーのお水の残量なんですけど、現在は 80% ですね。残り2日間問題なく水が使用できそうです。そしてキャンピングカーのサブバッテリーの残量が 87% です。今チャージってなってますんで、この屋根のソーラーパネルから発電されてます。これ料理する前 86% でした。電子レンジやIH 調理器、ケトル使っても増えてます。料理終わってからご飯食べてゆっくりしてる間に、この 470W 相当のソーラーパネルから発電されて、逆に使用する前より増えてるってすごいですね。いやー、今日も快晴で車中泊旅日和ですね。今から行く場所なんですけど、長野県の東信地方に行きます。山梨方面から高速に乗って長野県に行く場合、一番遠い地域になります。今から本線へ合流加速します。その時スムーズに合流できるかフル加速してみてタイムを計測してみます。それでは安全運転で再出発します。せーの、はい。走行速度にご注意ください。はい、無事合流できました。最初踏み込んだ時反応が遅くて思ったように加速しなかったんですけど、その後すぐキックダウンが起きてエンジンの回転数が上がってから力強い加速を見せてくれました。加速車線が短くて後ろからも車来ていたんで流れに乗れるか心配だったんですけど、素早く加速してくれて問題なく合流できました。もうほんと加速トルクに関しては申し分ないです。昨日80キロ走行での直進安定性を調べたんですけど問題なかったです。で今日100キロ走行したかったんですけど、今回の長野県の高速道路全部80キロ制限のようです。なので100キロ走行ができません。であと横風の検証したかったんですけど、今日もそんなに横風強くないので帰りですね、また横風が強いとこあれば検証したいと思います。はい、今渋滞に入りました。もうこのカムロード車高が高いんで、この普通車が前だったらかなり先まで見えますね。なので渋滞の動きの予測ができますんで、渋滞時のストレスが少なくて運転できます。はい、じゃあ高速道路降ります。ここで結構きつめのコーナリングジャンクションありますんで、コーナリングを体感します。はい、現在40キロでかなりきついジャンクションのコーナリング曲がってます。結構安定してますね。多少はロールするんですけど、このノーマルのカムロードに比べたら全然安定しています。これなら安心して走行できます。はい、長野県到着です。かなりのどかな絶景が広がっています。でとりあえず近くの道の駅行きます。なんか3回ぐらい渋滞はまりまして、結構時間経ちました。高知渋滞ですかね。そういうのが長野県は多かったです。いやー、しかしこの道の駅最高ですね。周りが山に囲まれてます。駐車場も広くて開放感抜群です。これ道の駅のすぐ後ろなんですけど、めちゃくちゃ広い広場あります。そしてこれとてつもなく大きい岩っていうんですかね、山っていうんですかね、そこに大きな穴が開いてます。これはロマンを感じますね。道の駅にしょっぱりましたんで、こちらでお昼ご飯何か買ってきます。はい、地元の野菜ばっかりで、なんか今食べるようなご飯系は売ってませんでした。もう車内にある食べ物で調理していただきます。この辺の近くにですね、千曲川という大きい川あるみたいなんで、せっかくなんでその川見ながら食べたいと思います。あ、なんかいいとこありましたね。ここでお昼ご飯食べます。いや、めちゃくちゃいいとこ見つかりました。車中泊していたらこういうとこすぐ分かるようになってくるんですよね。釣りしている子供たちもいます。すごいのどかで、なんか時間がゆっくり流れていきます。お昼ご飯食べるだけなんですけど、なんかデイキャンプに来たような気分です。結構気温は高いんですけど、風が強いんで涼しく感じます。で、車内でエアコンつけてお昼ご飯いただきます。バッテリーはもう 100% まで回復してます。お昼ご飯なんですけど、卵とカニカマとパンありますんで、これでカニカマ卵サラダパン作ってみます。まずは卵を溶いていきます。で、ここにもカニカマ裂いて入れていきます。
スクランブルエッグ作っていきます。はい、でちょっと弱火で半熟気味で固めていきます。卵をもうあとは余熱で固まっていきますんで、マヨネーズ入れていきます。とりあえず大さじ1で、塩少々で胡椒少々。なんか美味しそうですね。ちょっと味見てみます。大丈夫です。美味しいです。あとはもうこのパンの上に好きなだけのして挟んでいただきます。はい、いただきます。めっちゃ美味しいです。この卵サラダにカニカマって合いますね。で、自分的にはもうちょっとマヨネーズ足してもいいかと思いました。あとは好みでこの胡椒や塩も足していただきます。ごちそうさまでした。あとはもうこれキッチンペーパーとサランラップ巻いてますんで、こちら捨てて、でスプーンだけ上とティッシュで拭いて片付け終了です。やっぱり冷蔵庫が90リッターあるんで食料を買いだめしておきます。なのでこういった社食旅ではパパッと作れますんでありがたいですね。そういえば長野県着いてから道の駅で散歩してから車内戻っていた時に朝の鮭の匂いですね、全くしませんでした。鮭の匂いはこもりやすいんですけど、やっぱこの油の花だけ注意して、あとはこのレンジフードに吸わせれば匂いは残らないようです。そしてこの日中でのエアコンの効き具合なんですけど、今現在外の温度計が 36.1 度で中が26度、よく冷えています。だいたいこれ30分ぐらいですかね、つけてから。ただですね、雲が出てきて現在直射日光は遮断に当たっていません。この状態でよく冷えてる感じです。ちょっと渋滞で疲れましたんで、しばらく休憩してからまた高速道路に戻ります。はい、再出発します。で、さっきですね、温泉ないと思ってたんですけど、調べたらここから車で20分ぐらいで別所温泉というかなり有名な温泉の街があるみたいです。せっかくなんでそちらで一風呂浴びてから帰ります。はい、到着しました。すごいのどかでいいところです。で、駐車場がこれ線一本のところなんで、もう一番端の角っこに止めておきました。あ、ちょうど駅前なんですね。電車がやってきました。すごい雰囲気ある駅ですね。はい、かなり大きい日帰り温泉がありました。ではこちらの温泉入ってきます。すごい硫黄の香りがして、使った瞬間からその香りに包まれました。しかも500円と格安でした。間もなく日が暮れそうです。今から帰るルートなんですけど、現在地がここで、また高速道路入って山梨県帰ろうと思ってたんですけど、このもう一個のルートですね、この山を越えるルートの方が早そうなんで、その後高速道路に乗ります。はい、それでは再び高速道路に合流します。今現在80キロで走行してるんですけど、この道路の両端、風よけが結構低くて、この安全栄に当たってるのが分かります。ただ結構横風に強く、多少風が当たってるなっていうのは分かるんですけど、横にずれるようなことはありません。昨日トラックの追い越し時にあまり押されなかったので、この安全栄、見た目とは裏腹に風にもある程度強いようです。もう夜中の8時過ぎちゃったんで、先ご飯にします。次のサービスエリアで食べたいと思います。すごい混んでます。止めれないことはないんですけど、ここじゃなくてもいいんで、もう一個先に行きます。ここも結構混んでいたんですけど、なんとか止めれました。もう大型車の方がいっぱいで、止めれなかったトラックはこの小型車のところに止められてます。挟まれちゃったんですけど、もう夜も遅くなってきたんで、ご飯食べてここで仮眠しようと思います。昨日はさすがに真横じゃなかったんですけど、今日は真横です。音大丈夫でしょうか。
っぱ音は響くんですけど全然問題ないレベルですね。ちなみにこの両サイドにエンジンつけて休まれてるトラックに挟まれた場合の騒音、このテーブルの上で計測しておきます。63デシベルでした。これはかなりすごいと思います。普通この状態だったら中はかなりうるさくなると思います。このミスティックさんオリジナルのボディバス工法、断熱もそうなんですが遮音性もかなり高いですね。とりあえず涼みながらノンアルコールビールいただきます。いただきます。いやー、この3泊4日の車中旅もう終わりと思うとちょっと寂しくなってきました。このチーズつまみながらくつろぎます。山梨県長野県と本当にいいとこ多くてキャンピングカー旅にはもってこいないエリアですね。あれ、このリモコン何ですかね。つけています。あ、天井の完成照明ですね。こんなんあったんですね。なんとこれで無段階で明るさを変えられます。これを右に回すとこう明るくなります。最終日はこの LED 間接照明つけてくつろぎます。今日の車中飯なんですけど、ハワイのローカルフードフライドサイミンを作ります。これ一度食べてびっくりするぐらい美味しかったのでネットで再現レシピあったので試してみます。まずは具材をカットしていきます。かまぼこにこのスパムが味の決め手になります。ちょっとジャンキーなんですけど、これとそばと野菜と調味料入れたらめちゃくちゃ美味しくなるんです。あ、いい感じですね。次野菜入れるんですけど、IH 軽く弱いんで一旦揚げてから餌だけ炒めます。美味しそうに完成しました。それではいただきます。まずは麺から。ごちそうさまでした。いや、安静最後の夜、もう名残惜しいんですけど、明日早く出発しますんで眠りたいと思います。初日はリアベッドで寝て、2日目はバンクベッドで寝ました。両方ともすごい快適に眠れました。で、今日はこのメインのソファですね、ここもベッド展開できますんで、こちらで眠ります。このソファーのベッド展開めちゃくちゃ早いんです。ちょっとやってみます。まずはテーブル、このレバーを引いて一番下まで下げます。そしてここの台を跳ね上げます。あとはもうこのソファー、これをここに敷くだけで完成です。こんなに簡単なベッド展開初めてです。サイズは横幅約100センチで、長さは約182センチですね。大人一人だったら快適に眠れそうです。で、ここに持ってきたシーツを敷いておきます。そしてこの夏用のシュラフを今日も毛布代わりに使います。エアコンつけっぱなしで寝ようと思いますんで、このバンクベッドはカーテン閉じてこっちの空間を小さくして冷房効率を高めていきます。なんかもう家のベッドと変わりません。しかもこのソファーベッドだと天井が本当に高いんで、さらに家感が増します。照明全部消して LED の間接照明だけにしています。あ、これだけでも結構明るいですね。
この照明ならリモコン使えますんで、こんな感じで眠たくなったらもう自分で暗くするのもありですね。最後は消せます。もうここは山梨県なんで、明日起きて午前中にミスティックさんに安静を返却します。その時に今回の2泊3日高速道路車尺旅で使ってみて新たに感じたことをお伝えしたいと思います。おはようございます。ぐっすり眠れました。横にトラックがいたままなんですけど、こんなにも静かにぐっすり眠れるとは思いませんでした。このソファーベッドも寝返りも打てて、そしてクッション性結構良かったんで、背中も痛くならずに眠れました。ただこの生地が防水性のあるツルツルなんで、この下に敷いてた毛布がこれも結構ツルツルだったんでよくずれました。そこだけ気になりました。この下に敷いてたやつはこんな端っこにゴムだったんで、こんな感じでかけといたらよかったですね。それではこのベッドをソファーに戻していきます。はい、元に戻りました。朝からこのベッド展開戻すのめんどくさかったりするんですけど、これなら問題ないです。一晩中エアコンで冷房をつけていて、残量は 81% です。今回の旅3泊4日で一番下がっても 80% 台でした。やっぱり停車中エアコン使っていても、この太陽が出ていったら 470W 相当のソーラーパネルから発電されますので、実質エアコンの消費電力がゼロという場面もありました。81% でしたらまた走行しているうちに 100% に戻りそうです。この車なら永遠と旅が続けられそうです。さあ、それでは高速道路を降りてガソリン給油して燃費も計測します。はい、それでは高速道路を降ります。走行距離346キロですね。写真撮っておきます。はい、高速道路旅終わりました。今回このリアの収納紹介するの忘れたんで最後にお見せします。これね、なんと横開きなんですね。しかも広大なスペースです。上がリアベッドなんで、もうここも人寝れるぐらいのスペースです。そして両サイドからもアクセスできます。車内へのアクセスはこの小さい扉からできます。このドアの閉め方もすごい簡単で、これをくるっと回して押すだけ。その他サイド、ここはトイレのブラックタンクを取り出すことができます。反対側こちらはお水を給水します。外から給水できるの本当便利ですよね。でこれは外部電源になります。高速道路走ってみてなんですけど、走りに関してはやっぱりパワーがあるので楽でした。そして心配していた風の煽りですね。80キロで走行時、横からトラックで追い越される時の風圧なんですけど、この横揺れですね、ほとんどありませんでした。多少は感じるんですけど、もう全然問題ないレベルです。今回高速道路旅、そんなに横風は強くなかったんですけど、帰り風速5、6メートルありました。その時の橋の上などの横風はほとんど揺れませんでした。基本時速80キロで巡航していたので、100キロなど速度を上げると変わってくるかもしれません。でもキャブコンは基本80キロ走行なので、これも問題ないと思います。新型安静へボディが大きくなったので、風の煽り心配だったんですが、リアのダブルタイヤに加え足回り強化が効いているようです。多分ノーマルだったらもっと揺れてると思います。ただですね、足回り強化して横風には強くなったんですけど、突き上げ感はありました。トラックベースなんで仕方ないんですが、もうちょっと乗り心地よかったら最高なんですけどね。リアのエアサスを20とか低くすれば衝撃は多少和らぎます。実はですね、この乗り心地、後ろの突き上げ感なんですけど、先ほどミスティックの社長佐藤さんに聞いたところ、この安静結構大きく見えるんですけど、ボディが軽量なので空の状態だと跳ねる感じがするそうです。荷物をもっと増やして荷重も増えたら、この跳ねる現象がマシになるそうです。今回の旅はポータブルバッテリーなどを持ってこず、1人分の荷物でした。家族で車中泊旅行行くときは乗り心地よくなりそうですね。
カムロードベースのエアサス初めて体感してみて感じたことなんですけど、エアサスの乗り心地に過度な期待は禁物だと思いました。空気圧を低くすると衝撃は和らいで乗り心地よくなるんですけど、特に運転興味ない人だったらわからないぐらいだと思います。というのも、このキャンピングカーのエアサスっていうのはリーフスプリング、通称板バネの上についてるんですね。なので板バネ独特の跳ねる感じはあります。この3つ板みたいなの見えると思うんですけど、これがリーフスプリングです。そしてこの団子みたいな2つあるんですけど、これがエアサスですね。このリーフスプリングと車体の間に入っています。衝撃を和らげるというかですね、ギアの高さを状況や荷物の重さによって簡単に上げることができて、そのおかげでコーナリングの安定、高速道路の直進安定性が増す効果の方が大きいと感じました。エアサスって空気なんで、なんかイメージで衝撃を空気の圧で和らげてくれてラグジュアリーになって乗り心地がかなり良くなると期待されている方もいると思ったので、自分が感じたことをお伝えさせてもらいました。燃費なんですけど、走行距離 346.2 キロ走行しました。で、入ったガソリンが 40.86 リッター、1リッターあたり 8.47 キロ走行したことになります。高速道路8割、下道2割、高速道路は80キロで巡行しました。走行中はエアコンつけっぱなし、そして渋滞がなんと今回4回もありました。10分ぐらい止まっている長い渋滞も2回ありました。なので渋滞なかったらもっと伸びてそうですね。最後に車内での使い心地、前回の一般道車中泊編と別に新たに感じたメリットデメリットをお伝えします。やっぱりこのミスティックさんのボディバス工法すごいですね。遮音性すごい高かったです。もうなんか響くところないですね。今回トラックはエンジンつけたまま休まれていて、しかも両サイドで休憩されていたんですけど、全然問題なかったです。ぐっすり眠れました。これはすごいと思います。次もまたこのボディの話なんですけど、断熱性がすごい高かったです。今回真夏の車中泊ということで35度以上あったんですけど、全然冷えました。で、今現在もですね、影に置いてる温度計が 36.4 度で、車内このテーブルの上が 21.4 度です。この運転席シェードしなくてカーテンで仕切ってるだけなんで、運転席もシェードすればさらに断熱効果が上がると思います。走行中こちらリアクーラーはなくて家庭用エアコンだけなので、今回の旅走行中はリアの家庭用エアコンを切っていて、でエンジンで動く前のクーラーだけつけてました。そうなると停車後入ってきた時絶対ムッとしてすごい熱くなってるはずなんですけど、そこまで熱くなってませんでした。この時もすごい断熱の効果を体感しました。リアクーラーないので後ろに人乗ってる時は家庭用エアコンつけるしかないんですけど、それを切って、例えばこのエンジンのクーラー、吹き出し口からパイプとかで1個こっち出してあげればそれだけでいけるかもしれません。今回3泊4日の車長旅もバッテリー減ってもすぐ走行充電とソーラーパネル充電で 90%、100% 台に戻ったんで、夏でも永遠に旅を続けられますね。バンクベッドで初めて寝てみたんですけど、すごい良かったです。この高いのもそうなんですけど、この前にある2つの窓影になって太陽光で熱くなりにくいので、バンクベッドで寝てる時も涼しくて快適でした。ここはこんな感じで前に出てるんですね。なので太陽が出ても常に日陰の状態でした。今回標高が高いところで寝たので涼しかったんですけど、エアコン全開で暑い地域だったら下からバンクベッドに風を送るサーキュレーターが必須になると思います。そしてこの天井の窓も最高でした。こういうのって意外と使えないかなと思ったんですけど、障害物なく景色が見れるので、自分は動画撮影の時重宝しました。写真とか趣味の人もかなり使えると思います。あとはメンテナンス性ですね。このソーラーの汚れとかすぐ取れるんで意外と使うと思います。この全部の扉、収納扉すごい良かったです。これ開け閉めが1工程なんですね。普通だったら閉めてから開かないようにロックとかもうワン工程あるんですけど、これはありませんでした。全部の収納がそうなっています。ここの入り口の服かけるハンガーラックもワンタッチです。やっぱり1泊車中泊するだけでもこの扉何回も開け閉めするので、工程が減るのはこんなにもストレスがないんだなと実感しました。このテーブル延長もそうなんですけど、かゆいところに手が届く気遣いだなと感じました。次はデメリットなんですけど、かなり細かいところになります。このリアベッドもそうなんですけど、このバンクベッド寝るとき電気が独立してないんですね。なので寝る直前にここまで来て消さないといけません。この調理台なんですけど、ここに IH 調理器を置いて、このレンジフードを使いたい時ですね、こっちの台を延長してこっちに置くと IH 調理器のこの煙がこう真上じゃなくなっちゃいます。かといってこの台を使わずにこの上に置いたまま IH 調理器使うと、こっちの
調理スペースがなくなります。このガスコンロの上に板か何かをもう一つ DIY する必要があるなと思いました。もしくはもうこのガスコンロ1個なくしちゃって、ここを IH 専用にしてもいいかなと思いました。この大容量のリチウムバッテリー搭載の安静油なら IH 調理キットの組み合わせも相性良さそうです。でこの蛇口の位置なんですけど、これこっち側に来ないんで、この辺で洗い物するとやっぱこの辺にびしょびしょになっちゃいました。横にはいけるんですけど、この手前には引けませんでした。これが少し気になりました。100均とかで売ってる蛇口のノズルで方向を変えればいけそうな気もします。これね、バックミラーモニターなんですけど、かなりちっちゃかったです。このドラレコ付きのバックミラーモニター、よく他のキャンピングカービルダーさんも採用されてるんですけど、かなりモニターちっちゃいんですね。全体は見えるんですけど、車種までは分かりません。一度緊急車両が近づいてくる時あったんですけど、このバックミラーモニターでは救急車かどうかも分かりませんでした。かといってこのサイドミラーでは後ろ見えないんで、やっぱりもうちょっと視認性いい方がいいかなと思いました。最後のデメリットなんですけど、これは人によってメリットになるかもしれません。今までキャンピングカーいろいろ乗ってきたんですけど、一番見られます。もうどこに行っても各地のお父さんが熱い視線でこの安静油を見ていました。自分も街で安静油見かけたらガン見すると思います。やっぱり外見の見た目って大事だなと思いました。走行性能や太陽光の熱も考えて機能重視で、真っ白のキャンピングカーもいいけど、こういったデザイン、形は所有欲満たされます。自分も駐車してから何回も振り返ってしまいました。いつか安静園のオーナーになれるように頑張りたいなと思いました。またミスティックさんには走行性能抜群のトヨタハイラックスベースのトラックキャンピングカーもあります。また動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。